こんにちは、7LFOWVU です。今回の動画は、最近移動で実験しているマルチバンドロッドアンテナの紹介です。私は、昨年、公園のアクティベーションも500以上を行いました。さすがに500を超えてくると電車で移動してウォーキングで数箇所を1日で回れるところは、あまり残っていません。これからは、全国を移動することになるのですが、基本は、飛行機で移動してレンタカーで回ることが増えてきます。ポタントは、非常に使いやすいアンテナでしたが、今回のものは、三脚なしで、公園のベンチやモービルから手軽に運用できるアンテナということで制作してみました。また、九州や北海道に移動すると昼間の7メガは、なかなか関東まで飛ばないので、50メガを含むマルチバンド化を目指しました。本アンテナの外観です。ベースローディングのコイルに2メートル超のロッドアンテナを差し込んで使用します。マグネット基台は、最初市販のものを使用していましたが、重かったので軽量のものを自作して、4分の1の 150g になりました。コイルは、効率を考えて直径を大きくしています。タップを切り替えることで、7から50メガまで運用することができます。また、金属プレートを使用することでハイバンドでは、ラジアルなしで運用することが可能です。7メガや10メガでも3から5メートル程度の線をつないで地面に転がしておけば運用できます。本アンテナの回路です。アンテナの付け根にリード線付きのクリップがありますので、それをコイルに挟んで調整します。14メガ以上は、金属プレートなどを付ければラジアルは不要でした。ここで金属プレートは、100均で売られているステンレスプレートや、お菓子の缶の蓋なども使用できます。参考までに、周波数ごとのコイルの巻き数を表に示します。アンテナを車につける場合や、地面、ベンチに置く場合など、それぞれ同調点は変わりますので、各自で実験してみてください。この時、アンテナアナライザーがあれば便利です。また、スイッチでコイルのボトムとアースを切り離しすることができます。実験では、7や10メガは、スイッチをオンで使うのがよく、ハイバンドは切り離す方が VSWR が下がるようでした。50MHz は、コイルはショートしてロッドの長さを変えることで調整できます。写真のように、地面にステンレスプレートを置いた上にアンテナを設置した状態で測定した結果です。7から50メガまで、どのバンドも調整できそうでした。次に、実際のアンテナの組み立てと調整の模様を動画でご紹介します。このアンテナを使った運用実績は、まだ数回しかありませんが、国内の公園のアクティベーションは、これまで通りできました。使用した感想としては、車の上に置いて使うときはよく飛んでいますが、地面に直置きのときは、飛びが悪いかなと思いました。また、このアンテナを使ってハイバンドの DX は、ポタントより回路の内部損失が少ない分、よく飛んでいるように思います。午前中の北米オープニングの時に、アメリカの東海岸から呼ばれたり、夕方24メガでは、ヨーロッパから次々に呼ばれたこともあり、嬉しかったです。ポタントでは、雨と風に苦労しました。このアンテナの設計時に、まず、雨対策として、ペットボトルをかぶせられるように考えました。そして、ペットボトルの口にはめられる、アダプターを 3D プリンターで製作したものを添付しています。お手持ちのペットボトルの底をカッターナイフなどでくり抜いて、カバーとして差し込んで使えるように考えました。また、風については、ステンレストレイの上にモバイルバッテリーや無線機を置くことで安定感が増します。右の写真のようにベンチなどに直接ゴムバンドで固定するのも効果があります。前にブログに書いたのですが、ラジアル線は、このような巻き取り式のものを使っています。最初、3D プリンターで自作しようと思ったのですが、ダイソーに行くと巻き尺が売られていたので、中身を捨てて、10.5 メートルの長さの線を巻いて使っています。これで、500回くらい移動していますが、
とてもいいです。今回のアンテナでは、7メガや10メガでラジアルの長さを微調整したいときなど、伸ばしたり、巻き取ることで調整できるので大変便利に使えます。ただ、ラジアルを貼るときと巻き取るときは、テンションをかけながらハンドルを回さないと、中で線がもつれたりしますので注意が必要です。ポタでは、マルチバンドでもらえるアワードなどもあり、これから、ローバンドなども運用することも考えています。先日、このアンテナに差し込んで使える 3.5 メガ用の追加コイルを作って実験してみました。東京の自宅から 5W で試してみましたが、なかなか更新できませんでした。やはり、3.5 メガは、パワーがないと厳しいですね。それでも、関西地方くらいまでは更新できました。ポタ移動でアナウンスすれば、アクトできるかもしれません。今年は、伊豆諸島の離島などから出る予定もありますので、夜間運用などで試してみたいです。いかがだったでしょうか。このアンテナを使って、最初は調整が難しいと思ったのですが、慣れると短時間で行えるようになりました。調整には、アンテナアナライザーはあった方が良いでしょう。また、ここに記載したような利点もあるようです。それでは、今回はこの辺で終わりにします。動画のご視聴ありがとうございました。